皆さんこんにちは、エミです。今回はニューヨーク観光スポットメトロポリタン美術館をご紹介していきたいと思います。ニューヨークマンハッタンにあるメトロポリタン美術館は、ロンドンの大英博物館、パリのルーブル美術館とともに世界三大美術館と言われていて、2020年で創立150周年を迎えました。メトロポリタン美術館の入り口前の階段は、人気海外ドラマゴシップガールで最も有名なロケ地なんです。ブレアやセリーナたちがよく集まって座っていた階段はたまり場となっていた場所です。アメリカ最大規模のメトロポリタン美術館は、5000年以上前の美術品から近代絵画まで世界中から収集されていて、300万点にも及ぶ文化遺産が展示されています。全部で20のセクションに分かれていますが、今回は子ども連れという視点で家族で楽しめるおすすめのセクションを7位から順にご紹介したいと思います。メトロポリタン美術館では動画撮影が禁止されていますので、今回は写真のみでお伝えしていきます。まず第7位は近代絵画です。こちらのエリアはヨーロッパの近代芸術家の作品も多いですが、アメリカ人アーティストの作品が充実しています。近代とは中世や封建主義以降の時代で、1860年代から1970年代までに制作された美術様式とされています。アメリカの成り立ちや象徴する絵画などもあるので、子どもでもアメリカの歴史や文化を感じることができる場所です。第6位はギリシャ・ローマ美術です。ここでは数千点に及ぶ彫刻や宝飾品、壁画などテーマごとに展示しています。やはり立体で実際に見るリアルな作品は本当に素晴らしく、肌の質感や滑らかさなど誰もが圧倒されます。アメリカの学校でも6年生はギリシャやローマの世界史を学びますので、教科書でしか見たことがないものを本物で見学できる機会は子どもたちにも貴重な体験です。この部屋はサンルームで、外からの光が差し込み、光の加減で神話の神々たちなどを柔らかく照らしていて、彫刻がよりリアルに見ることができます。第5位はアフリカ・オセアニア・南アメリカ美術です。こちらのエリアは紀元前2000年のアメリカ考古品からオセアニアの作品、そして20世紀のアフリカの工芸品まで多岐にわたって展示されています。海の上を移動するカヌーや装飾は独特で、子どもたちはこういった作品をなかなか実物で見たことがないので面白かったようです。第4位は中世ヨーロッパ美術です。ここでは西洋文明の彫刻が多く、15世紀初頭から20世紀初頭までの西ヨーロッパ諸国の作品が5万点もあり、まるでフランスやイタリアにいるような空間です。ロダンのブロンズ像をはじめとする素晴らしい作品を見ることができます。ここでもガラス張りの天井があり、光の加減によって彫刻がよりリアルに感じることができました。こちらはゴシック様式の大聖堂をイメージした美しくそびえ立つ鉄格子です。キリスト教の作品がとても多いです。
第3位はエジプト美術のデンドゥール神殿です。こちらはメトロポリタン美術館の中で特に人気の高いエリアになっています。自然光が差し込むモダンな空間にそびえ立つデンドゥール神殿は、紀元前15年頃に古代エジプトのナイル川のほとりに建てられた神殿なんです。この神殿は神々の住まいとして毎日儀式が行われていた場所です。神殿の前にはナイル川をイメージした水に囲まれています。1950年代にエジプト政府がダム建設を決定した時、水没の危機にさらされた古代遺跡をアメリカが資金援助や寄付をして救助しました。その結果、エジプト政府はアメリカ政府への感謝への印として寄付した遺跡なんです。石の劣化を防ぐため、ニューヨークのこのメトロポリタン美術館に屋内展示ができるガラス張りの広大な展示スペースが設けられました。遺跡をよく見ると、19世紀にエジプトを訪れた人の落書きなどが残っています。メトロポリタン美術館のエジプト美術コレクションは本場カイロに次ぐスケールの大きさで、そこにいるだけで圧倒されます。神殿の他にお墓やミイラ、装飾品など保存状態も良く素晴らしい展示品の数々を見ることができます。第2位はアメリカ美術チャールズ・エンゲルハートコートです。チャールズ・エンゲルハートコートというガラス張りの光あふれるお部屋は、アメリカ美術の作品がたくさん展示されています。広場の中央にいる矢を持つゴールドの女神はダイアナと呼ばれています。こちらは以前ウォールストリートにあった新古典主義建築の連邦銀行の正面部分です。これは取り壊される前に入り口のファザードのみ運ばれて寄贈されたようです。建物のような扉の向こうには豪華な家具や調度品が並べられたお部屋につながっています。アメリカ絵画、家具、調度品がたくさんあり、アメリカ人のその当時の暮らしを伝える装飾美術を展示しています。ティファニーのステンドグラスの作品は必見です。この作品は秋の景色です。こちらの噴水もティファニーのデザインで本物の水が流れています。そして第1位は武器・鎧エリアです。武器と甲冑エリアは一大スペースが設けられていて、世界有数の武器・鎧のコレクションを間近で見ることができます。5世紀から19世紀に及ぶ武器や甲冑が中心で、美しいデザインや装飾性の高さは素晴らしく、世界中から武具が集められています。中世の騎士が戦いに出る様子、騎士の出陣を再現していて、装備品もかなり充実しています。実物大なので臨場感いっぱいの雰囲気です。フル装備の馬と甲冑をつけた騎士の甲冑の重さはなんと 28kg らしいです。ヨーロッパのみならず中近東、中央アジア、そして日本も含む武器や甲冑が一堂に展示されています。ここでは子どもたちが一番興奮した部屋で、この部屋のものは時間をかけて興味津々で見学していました。日本刀もかなりの量が展示されていて、日本の鎧は日本国外では一番充実しているそうです。
ジョージ・クロフォードはエリザベス女王一世のお気に入りで、甲冑にはバラ、ユリ、そしてイというエリザベス女王の紋章が入っています。中学1年生の上の子はアメリカ現地校でちょうど今日本の歴史を学んでいて、武士道と騎士道の違いを勉強しているので、この違いを実際目で見ることはとっても刺激的で新鮮だったようです。メトロポリタン美術館は現在もコレクターがさらに芸術品の収集を続けているそうです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。今回の動画が良かったという方はぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録していただけると嬉しいです。また次回の動画でお会いできれば嬉しいです。それでは失礼いたします。